るときは部屋を明るくして離れてみてね。プラムさん何してんの？ゴミの分別が間違ってないかチェックしてるんだよきっと。人のゴミを開けるなんて最低。サンディ！はい。マナーがなってないね。朝人に会ったらまずおはようだろう。おはようプラムさん。クラウドに言ってんじゃないよ、サンディに言ってんだ。おはようプラムさん。だいたいあんたたちはいっつもゴミ出しが遅いんだよ。私急ぐんで。ちょっといってらっしゃい。これサンディ。まったく本当にもう最近の子はないね。ミスマシュマロを探せ。ダメだよ、ミスマシュマロコンテストなんて。まあまあ、話は最後まで聞いてよ。いいじゃない、ミスマシュマロコンテスト。そうじゃなくて。それってマシュマロタウン主催の？そうよ、何十年もの伝統があるコンテストなのよ。だからってただのミスコンを取材するだけじゃケーブルテレビでも放送するし。だから私が取材したいのは伝説のミスマシュマロのことなのよ。伝説のミスマシュマロ？その第1回目の優勝者は伝説のミスマシュマロと呼ばれてて、とにかくすっごーい絶世の美女だったらしいの。なるほど、気になるライバル出現ってわけね。あら、私のライバルは私自身よ。私が調べてみたいのは彼女にまつわる謎についてなの。謎って何さ？それがね、彼女噂によるとコンテストの後に謎の失踪を遂げて今も行方不明なんですって。へえ。もし見つけ出したら大スクープなわけね。ただ遠くに引っ越しただけなんじゃないの？事件に巻き込まれたっていう噂もあるわ。事件？ますます面白そうじゃない。はい、そうですか。はい、ありがとうございました。市役所にはミスマシュマロコンテストの資料がないんでよくわからないんだって。そんな、なんでよ。がっかりね。でもミスマシュマロの記録なら図書館の年間に出てるそうよ。本当に？お買い物、お買い物、お買い物は
ヒンナギック食品 10.0。 どこ行っちまったんだろうね。何か探してるの？うるさいな、あんたには関係ないよ。おっと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 、おっとっとっと。これが年間か。分厚い。あった。そんな第1回目のミスマシュマロのページが破り取られてる。大事な手がかりが。一体誰がこんなことを。やれやれ。調査は打ち切り？そんな。学校の宿題かね。いえ、私たちが作ってる新聞の取材で。ほう。伝説のミスマシュマロを調べに来たんですけど。彼女のこと知ってるんですか？いや、まあ少しぐらいなら。それで？ほら、年間の彼女のページが破かれちゃってるんです。これはひどいな。彼女について知ってることがあったら教えてくれませんか？ああ、と言っても昔コンテストでちょっと見ただけだがね。すごい美人でね、街中の男たちが夢中だったよ。もしかしたらそのページもそんな彼女の熱狂的ファンの仕業かもしれんな。彼女は今どこに？謎の失踪をしたって話を聞いたんですけど。噂ではコンテストから数年後、どこかの国の王子に見初められ王妃になったとか。王妃？素敵。まさにシンデレラストーリーじゃない。ってことは私も将来はプリンセスね。飛躍しすぎだよ。まあわしにわかるのはそれくらいかの。これじゃ記事になんないよ。でも事件に巻き込まれたんじゃなくてよかったね。そりゃそうだけど。そうよ、どこの国の王妃になったかもわかんないし、肝心の名前さえ。そうね、もう少し詳しく調べてみないと。でも唯一の資料がないとなるとな。こんな時こそ私に任せて。もはや完全に打つ手なしか。デイジヒンナギック食品。サンディ、みんな。クラウド。面白いことがあったんだ。プラムさんがね。何一人受けしてんの？プラムさんの服のファスナーのとこがね、太りすぎて破けちゃったんだ。ビリってきっと今朝のバチが当たったのね。はい、もう言っていいよ。貴重な情報ありがとう。ねえ、当時のコンテストの審査員なら覚えてるんじゃない？それだ。僕なら伝説のミスマシュマロとまで言われた美人のこと100年経っても忘れないもの。あんたはね。そうよ、当時の審査員伝説のミスマシュマロって何？そうよ、僕の大好物。手がかりが得られそうだね。それって美味しいの？もう完全に無理かとすご思ったよ。く美味しいよ。いう人が審査員をやるの？代々の市長が審査員長をやってるわ。よし、市役所に突撃取材よ。伝説のミスマシュマロか。どんなお菓子なんだろう。あった、ルブラン、ここよ。市役所で聞いた通りだね。ここが当時の市長の家か。はい。あなたは君たち。元市長のルブランさん？ああ、だがなぜ？私たちもっと伝説のミスマシュマロのことが知りたくて。で、その当時の市長で元審査委員長なら詳しいことがわかるんじゃないかと思ったんです。参ったな。食べたいな、食べたいな、食べたいな、ミスマシュマロ、伝説のミス
スマシュマロなんだって？いえ。あんた、さっきからどうも怪しいね。まさかあんたが犯人じゃないだろうね。何のこと？待ちな。大丈夫？大丈夫？ママを呼んでくるね。年寄り扱いやめとくれ。でも僕が取ってあげる。余計なことしなくていいよ。あれ？何これ？指輪だ。綺麗。こんなところに。そう掃除の途中つい懐かしくて取り出してるうちにゴミ収集車が来ちまって、慌ててエプロンのポケットに入れたんだよ。あの頃彼女は18歳。花のように美しかった。わしも他の審査員たちも全員一致で彼女を栄えある初代ミスマシュマロに選んだのさ。それから彼女はどうなったんですか？どこかの国の王妃になったって。さあ確かにそんな噂もあったがね。いや、これは彼女の名誉のためにも秘密にしておこうと思ったんだが、わしは別の噂の方が有力だと考えているんだよ。別の噂？彼女はよその国のスパイだった。スパイ？そう。そして正体がバレて姿を消したんだ。今度は女スパイ？まるで映画みたいだわ。何かそれを裏付ける証拠は？彼女の行方が全くわからんということが証拠と言えるかもしれんな。いずれにせよ彼女の美しさはわしらにとって永遠のものとなった。甘酸っぱい青春の思い出とともに。そうだ、彼女の名前は？チェリーではない。レモンでもない。ライム。つまり果物の名前だったんですか？プラム。ミスプラム。プラムだよ、彼女の名前は。プラム？まさかサンディのとこのあのプラムさんじゃないわよね。バカなこと言わないで。けど名前が同じだよ。プラムなんて名前いくらでもあるでしょ。そうそう、夢が壊れるようなこと言わないでほしいな。君たちの知り合いにプラムという女性がいるのかい？いえいえ、ただ名前が同じだけです。おお。わしがコンテストの時に撮った写真だ。この写真の人ではないかね。これじゃ。バジルといい勝負だな。何？いや、美女を撮ろうとして緊張してしまってね。つってもこれじゃ記事になんないよ。おいしいね。このお菓子とってもおいしいね。好きなだけお食べ。何しろあんたは指輪の恩人だからね。ありがとう。はっ。
なんだね。とってもね。あれ誰？この指輪はね、若い頃あの人がくれたのさ。プロポーズの言葉と一緒に。プロポーズって何？そうだね。心にリボンをつけてプレゼントするってようなことかね。でも優しそうな人だね。とっても優しい人だった。でも私を置いて天国へ行っちまった。天国ってどこ？遠いの？ああ、すごく遠いよ。けど私にはもうそう遠くもないがね。どういう意味？あれからもう何十年も経ったんだね。プラムさん、なんかいつもと違う。まあプラムさんにおやつをごちそうになったの？すっごく美味しかったよ。じゃあ明日にでもお礼を言っておかなきゃね。ずるいよ、クラウドだけ。ひひ。でもよくおやつなんて出してくれたじゃない。それは僕が指輪を見つけてあげたからだよ。指輪？うん、とっても大事な指輪なんだ。心にリボンをつけてプレゼントしてくれたんだって。何それ？もしかしたら婚約指輪かもしれないわね。じゃああの人結婚してたの？でもずっと前に天国ってとこに行っちゃったんだって。そうだけど今も一人で暮らしてるなんて、きっとその人のことをずっと愛し続けているのね。素敵。いつもガミガミうるさいから再婚したくても相手が見つからなかっただけじゃない？もうサンディったらひどいこと言って。でも僕今日笑ってるプラムさんを見たよ。プラムさんのことなんてどうでもいいの。それよりこのままじゃ記事になんない。こんな写真載せるわけにいかないし。写真？何これ？あら綺麗ね。この写真でわかるわけないでしょ。この指輪のことよ。なんだ。ほら、この指輪知ってる。これプラムさんのと同じ指輪だよ。あれ？プラムさんに指輪をくれた人だ。いい加減なこと言うと承知しないよ。だって同じ人の写真がプラムさんのお部屋にあったもん。ってことはミス・マシュマロはなんだよ朝っぱらから。はいはい、うるさいね。今出るよ。何すんだよいきなり。あなたが伝説のミス・マシュマロなんですか？マシュマロがどうしたって？ 18 歳の時ミス・マシュマロコンテストで優勝したじゃないですか。そんな昔のことなんか忘れちまったよ。どいとくれ、私は忙しいんだから。あなたは私の憧れです。プラムさんにとって美とは何ですか？はい、もっと笑って笑って。うるさいね。早くゴミを出させとくれ。これプラムさんの指輪でしょ。昨日クラウドが同じものを見たって言ってたよ。ゴミの車が来ちまった。邪魔だ邪魔邪魔。どいてどいて。綺麗な女の子の心をつかむコツは？好きな音楽のジャンルは？いいからどいとくれ。ゴミを捨て損なっちまうだろう。みんな帰るよ。取材はもうおしまい。やっぱりプラムさんがミス・マシュマロなわけないじゃん。だって絶世の美女だったんでしょ。この写真もいらなくなったわ。プラムさん、ついでにこれも捨てちゃってください。ちょっと。本当に誰が言ったんだっけ？プラムさんがミス・マシュマロだなんて。
まったく素直じゃないんだから。でも思い出の写真が渡せてよかったわね。プラムさんきっとすごく喜んでるよ。そういうことか。サンディもやるな。何言ってるのよ。私はもう写真が役に立たないと思ったから捨ててもらっただけよ。サンディとプラムさんってちょっと似てるよね。素直じゃないところがね。なんか言った？何も。さあ早く学校行って次の特集決めなくちゃ。忙しいんだからまったく。今帰りかい？はい。あ、サンディ、ちょっとおいで。何？ひょっとしてお礼にお菓子でも。あれ、今朝あんたたちのせいで捨てられなかったゴミだよ。明日の朝ちゃんと捨てといておくれ。ちょっと何を人がせっかく。サンディ？冗談じゃないわよ。朝じゃなくてもいいの？バレなきゃいいのよ、バレなきゃ。誰がこんな時間に捨てていいって言った？やっぱりやめよう。ほら待ちな、その少年叩き直してやる。やっぱりプラムさんって怖い。見慣れたこの空にのんびりと泳ぐよ白い雲。よく似た景色さえびの音は違うよいつだって。そういつもの道を歩いたってつまずいてそう泣いちゃうなんて時もあるさ。未来だってでこぼこ道続いてるけど手と手をつないで進もうよ。君は一人じゃないから。だから怖くても歩いてこう。みんなで歩いてこう。マシュマロタイムス。次回のスクープは私たちが住むアパートにある女の子がやってきたの。名前はアンジェリカ。ちっちゃいのにいろんなこと知ってるんだけど、なんか私のこと見る目がおかしいっていうか。みんなに私のことネタにして噂を流してるって？ちょっとアンジェリカ、言いたいことがあればはっきり言えばいいじゃない。次回マシュマロタイムス、悪魔のアンジェリカ。マシュマロタイムス、また見てね。